ストをいただいておりまして、はい、そちらに答えていただきたいなと思います。はい、わかりました。はい、ページ39でコメントをくださった、はい、拓也船木さんという方ですね。はい、ジェメル・ネッサーとダニー・リッチモンドの話を聞きたいっていうことなんですが、わかりました。はい、はい、まずですね、ジェメル・ネッサーに関してですね、はい、ヴァンガードでジェメル・ネッサーがファロー・サンダースのバンドで弾いているのを見て感銘を受けたことがあります。はい、1983年だったかな、彼との逸話などがあればお聞かせください、ということです。はい、はい、そうですね、拓也さん、もうね、ジェミール・ネッサーは本当にね、素晴らしいベースプレーヤーでですね、83年、ヴィレッジ・ヴァンガード、まだ僕がね、ルーさんのバンドに入る前ですね、僕も何回もね、その頃はヴァンガードとか、スイート・ベージュとかね、いろんなとこで聞きました。はい、もうジェミールは引っ張りだこでですね、おそらくファラオ・サンダースもやってただろうし、僕が見たのはもうジョージ・コールマンのね、ずっとやってましたね、ジョージ・コールマンとハロルド・メイバン。はい、でドラムがイドリッシュ・ムハマドとかね、いろいろ変わったりしてましたけど、ジョージ・コールマンのバンドもやってましたし、僕が86年にルード・ナンソンのバンドに入って数年してからね、ジェミールが時々やるようになってね、本当にね、勉強させてもらいました。ジェミール・ネッサーっていうベースプレーヤーはですね、もう本当にオーソドックスなベースプレーヤーで、ハードバッパーでね、素晴らしいベースプレーヤーなんですけど、彼はもう若い時はね、アーマード・ジャーマルのバンドにやってましてね、アーマード・ジャーマルのバンドで、ドラムがバーニエル・フォーニエだったと思うんですけど、そんなビデオも残ってますね、白黒でね、ブラック&ホワイトで、はい、そんなのかもね、見ていただければいいなと思いますけど、まあジェミールとはね、ルード・ランソンさんのバンドでやった時のね、ちょっとお話があります。まあ、僕がね、最初にそのジェミールさんでやった時はね、とにかくウォーキングが素晴らしいですよね。ポン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 とこう立ち上がりがね、でもアップテンポの曲なんかワンツースリーフォートン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 ってね、もういやもうね、これぞリズムっていう感じでね、はい、もうドラマーもね、しっかりしないといけないっていう感じでね、そんな思いをねさせられましたけど、はい、もうルーさんはね、もうパーッと出てきますから、そこでそのハーマン・フォスター、ピアノね、ハーマン・フォスターとジェミールのそのタイム感にね、もういつもなんか僕遅れ気味でね、なんかあれっていう感じだったんですけど、まあ立ち上がりのスピードには驚きました。はい。でまあもちろんね、アップテンポじゃなくてミディアムテンポやってもカンカンカンとね、素晴らしい、もうディレクションがはっきりしてる。ここでこうね、リズムがここなんだ。まあこれね、リズムって言えばドラマーのね、結構責任だと思うんで、日本ではね思われると思うんですけど、こっちではですね、ベースプレーヤーがやっぱ真ん中で四分音符弾いてますから、これベースプレーヤーがもう本当これ大黒柱なんですね。でルイス・ナッシュなんかともね、よくお話したんです、話もしてね、でとにかく1を待つんですね。ワン、ツー、スリー、フォー、トゥン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 と入れからこう行くような感じでね、だからベースプレーヤーがしっかりしてもらわないとバンドがぐにゃぐにゃぐにゃってなっちゃう。まあ、もちろんドラマもしっかりしなくちゃいけないんですけど、まあそのくらい、ね、ベースが大事だということをね、そのジェミールがウォーキングもしてくれまして、まざまざとそのウォーキングのその大事さっていうのをね、ジェミールがね教えてくれましたね、本当にね。である時ですね、これはまあ80年代の終わりぐらいですかね、ジェミールが入ってきて、まあ何回も演奏するんですけど、まあなかなか褒めてくれないんですね。まあ3時ぐらいのまで終わってからもね、まあでまあ僕とハーマンとねバー行ってこういろんな話するんですけど、ハーマンはもうね飲むのがもう大好きで、ワイルドターキーのねコカ・コーラ割りをねこうチャーッと飲んで「オーライオーライ」って喜んでね、飲むんですけどね、ジェミールも隣にいてね、まあ時々、まあ、ちょっと世間話とか音楽の話もするんですけど、ある夜ですね、まあその時はなんかもう指ポケットに入っちゃったんですね。なんかリズムセクションとかなんかの曲でね、リズムチェンジですね、リズムチェンジでね、でそのちょうどルーさんがそのステージが終わる時にテーマソング、ファーストセットのね、まあ、テーマソング、テームなんで、テーマソングで循環の曲やるんですけど、それがね、歌うで
てんっていう、曲なんですけどね。でABA でやるんですけど、それがなんとね、コーラスはそんなになかったんですけど、ぴったりねあったんですね。その時のアップテンポ気持ちいいっていうか、力が全く抜けてですね、もうジェメールがそこでタンタンタンとやってるのがティンティキティンティキティンでね、バッチリ合いましてですね、いやこれで最後はダウン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 だったらダパンパンって終わるんですけど、それで終わったらジェメールが「イエーイ You got it!」なんてね言ってくれまして、そんなによかったなんて。で僕もねその時は、いやなんでこんな気持ちいいのかなってね、インポケットに入るっていうのは本当にいいことなんだ。その時にね、もうジェメールがね「イエーイ!」なんてねハグしてくれましてね、で僕もいややっぱりいい演奏するとこんなに喜んでくれるんだなと思って初めて知りましたけど、でその後もどうなのかなと思って、今日はどうかなと思ったらなんてねことも何回もあって、もう一回ぐらいハグしたいなと思いましたけど、でもねいい時は拍手で「サウンドグレーサウンドグレーサウンドグレー」って言ってくれましたけど、そうやってね本当にいいねインポケットに入るとやっぱりね、もう自然とこうね力も抜けてね、いい感じの音も出るんですね。フレーズも出てくるしね。ジャズってそういうねなんかすごいなと思いました、その時に。それがね一つのお話で、あとはですねこれね、ルーさんのバンドでねステーションワゴン、大きなね車でですね1台でね、なんとベースも積んでドラムセットも積んで、あともねスーツケース、我々のね着替えとか入ったボーンと乗っける。それでルーさんとジェミールね、ジェミール・ネスターとハーマンと僕とで、ルーさん運転していくわけですね。サウスの方にずっと行くんですけど、ジェミールがね前に乗って、で僕はハーマンとね、後ろに乗るんですけど、でずっとロードに行くわけですよ、ずっとね。で、あちこちで止まるんですけど、これはねノースカロライナのねシャーロットっていうね場所ですね。シャーロット、ノースカロライナの有名な大きな町なので、そこで野外のコンサートであれってことでね、野外のコンサートでサウンドチェックこう軽くやってね、野外ですけどもうフリーコンサートですから、人がバーってでジェミールがあんまりいい顔してないんですね。でボンボンとベース弾いたんですけど、なんかあんまりいい顔してない、困ったなと。で僕ね、一応ドラムセットをセッティングして始まったわけです。で、ちょっと軽くねブルースからね、なんかちゃんともうサウンドチェック、リハーサルなんかないですから、サウンドチェックなんかもう向こうはサウンドチェック1時間ぐらい用意してるんですけど、僕らサウンドチェック5分10分で終わって「That's it! ルーさん That's it!」なんてね、もうダーダーダーもうやったらもう終わりですよ。で途中でジェミールもね弾くのやめたんですね。でおかしい、たった5分10分なんだけどもう途中でやめちゃって、でベースをポンと置くんです。でジェミールがジェミールと「What happened? What happened?」黙ってるんです。で「Man, man」って言うから「What happened, ジェミール? Are you okay?」いや、I'm alright. But bass, terrible っていうわけです。楽器が良くない。もうねよく聞いたらですね、こういうんですね、ベニヤ板みたいなベニヤ板でね、もうスクールだからもっとちゃんとしたベースあると思うんだけど、なんでこんなベースを持ってきたんだっつって、ジェミールは今日は弾きたくないって。でどうするの。いろいろねこう聞いてるんですけど、こんな楽器今すぐ用意できない、これを弾いてくれ。でそれを聞いてルーさんもね、ルーさんはあんまり何も言わないんですよ。でこう見てるんですよ。でハーマンもね、こう目盲目の方ですから、どうしたのかなと。で、ジェミール本番が始まりました。でなんとジェミールがベース弾かないんですね。弾かないんですね。でしょうがないの。そしたらルーさんが「カモンカモン」って言ってるんですけど、ジェミールがでも始まりました。でベースなしで「ダダダチャエディントダダ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 」って始まるんですけど、で僕ももうベースがいないですから、ベースのドーンドーンと踏みながらこうやるんですけど、で次の曲もアップテンポターンウィーかなんかダダ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 ってこうやるんですけど、デーンってやってるんですけどベースが出てこない。で
で結局ワンセットベースね出てこなかったんでジェミールがずーっとね向こうでこんな顔してる。ほんで終わってからもうルーさんも、ルーさん何にも言わないですね。でもうそのままファーストセット無事もうお客さんがわーっと喜ぶんです。ただね何人かベース楽器はあるんです。誰も弾かないしおかしい。でジェミール What happened ジェミールって言ったら Oh man I don't want to break my hand finger What happened That's terrible bass Fuku do you know brand new drum set right yeah brand new drum set without head そのぐらい良くないベースだ。だからね新品のドラムセットなんでその革のないドラムセットと同じぐらいひどいベースだ。俺はもう自分のフィンガーをメスアップしたくないから弾かなかった。Oh, I see, I'm so sorry, that's terrible, terrible って言ってね。そんなね、エピソードがありました。もうやっぱりプロフェッショナルやっぱりね、無理して弾く必要ないんですよ。ダメなものはダメ。ね、無理して弾く。自分のフィンガーも大事ですよ。宝ですからね。これで指ね、焦げちゃったりとかね、焼きついて、無理してね、この辺をね、腱鞘炎とかね、なるように。もうそのプロに徹した自分をプロテクトするもうまさしくプロフェッショナルだなと僕は思いました。はい。で僕らなんかもドラムセットなんかね時々ヨーロッパなんか行くとね一回もうパンと入ったり出られるようなドラムセットを座ることあるんですね。もうフロアタムなんかもうもうそれでもシンバルも動かすなっていうんです。もうその場で叩いてくる。なんかロックバンドの前座かなんかでねじゃあどうするかって言ったらもうこんなの使えないです。スネアはある程度ねちゃんとした音出るからそういう時はもう臨機応変にスネアだけ叩いてやると。もうその場でどうするかっていうのはねプロでねある以上やっぱその判断でやるっていうかそのね、ジェミール・ネスターさんのそのプロ根性それねもう本当に脱帽しました。そんなね素晴らしいね優しい、強烈なベースプレイヤー。まだねもう一つお話あります。ジェミールこれはある時ねヨーロッパ行